どうも、運命侍でーす。イエーイイエーイイエーイ。やったー。何これ。何これ。レースカーがこうさ、あ、いいね。来た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 。来た来た来た。ナイス。レモンはレモンいる。レモンいる。ここにいるからよくないこれ。焼きそば。そう。塩焼きそば作れるよ。よっしゃー。おいちょっと待ってよ。何？ちょっと待って。俺が頼んだ肉まん食ってんだけど。肉間違えてる。俺多分肉まんちょうだいって言ったんだよ。いいじゃん。食べたって。ダメだろ逆に。切り出した。こんにちは。お願いします。スペシャリストの武田バーベキューです。こんな鮮やかな焼きそば見たことないよ、バーベキューで。めっちゃうまどうしてもスタッフさんがギターを弾けって言うから。お。俺なんか気づいたら仲良くなってセブン入る前から。なんかいつかはわかんないけね、ずっと仲いいよね。最高バンド一緒だった。俺そう入所した年にそこでヤバナと出会って、そっからもう半年間ぐらいずっとヤバナとライブでバンド一緒にやってて、でセブンメン侍になっちゃって、で1年経とうとするときにヤバナが入ってきて、じゃあなんか久々だなっていう感覚が最初多かったですね。ずっと太鼓と一緒みたいな。多いね。俺らが最初にクリアだったシーズンがあるさ。セブンメン結成して間もない頃にあれだよ、ジャニーさんに言われたシンデレラガールのそのなんか君たちのしかできないバンドバージョンをやってみなよって。でその時にまだヤバナはセブンメンじゃなかったんだけど来てくれたよね、朝ね。来てくれて、本当になんか1回か2回ぐらいだっただけだったんですけど、太鼓のどうしたらいいか見てほしいって言われて。俺らは知ってたらずっと2人でヤバナやりたいねって言ってた。ずっとやってたから一緒にね。俺もだって最初はベースこいつが面白いっていうのも知ってたから、ずっと確かに言ってたんだけど。そう。そういうのしてなかったんだよね。でも今は最低な男。めちゃくちゃ上げるだろ。最高潮だったよ。俺怖かったの。怖がってたよね。普通さ、ステージ上でさ、目があったらさ、ちょっとさ笑顔でさ会釈とかするじゃん。俺がちょっとなんか会釈したらガン無視されてね、これ俺めっちゃ印象悪いじゃん。で金髪だし、でなんかそのリハ着はなんかゼブラだっけ、そういうヒョウ柄のなんかやべえやつ着てるし、本当に怖くて、俺コンピヒョウ柄着てたの。こいつとはマジで関わりたくないと思ってた。本当に言い方悪いけどヤンキーみたいな服着てる。本当に俺ずっと一緒だから、こいつとは。優勝してから。あ、入所って一緒なんだっけ。いや俺の方が違う。全然早いよ。俺が入所して半年ぐらいで同じグループになって、いやほぼ一緒だよ。ほとんど一緒。確かに俺もセットなイメージ、セットというかそこは結構ずっと一緒のイメージ一緒の前のグループも一緒だったし、仕事は多分太鼓が一番長いと思うけど、なんかそれ以外のメンツでは多分結構一番長いと思う。一緒になんか犬のキャラクターの展示会みたいなやつも誘って2人でデートしてる。そう。何してんのお前。犬のね。そう行こうよって言ったらなんか来てくれて、昔からでもそんな変わんないですよね、印象としては。目立ってたよね、やっぱり。なんかあんまりこうガツガツいかない子だから浮いてるって言い方すると悪いけど、俺らの中でちょっと変わった感じで目立ってるのがすごいいい味になってる。意外とね、そういうとこしっかりしてんの。
彼意外とね、本当は格好つけたいキャラなんだよね、根は。でも一番俺らの話し合いでも意見するのも大輝だし、まとめるというか、このなんだろうね、ライブとかの前とかに特に能力がするよね。構成とかよく考えてくれるし、感情的で動いてくれるから、こっちも気持ちが入る。俺は仕事に対する姿勢とかすごい大人だなって思う。やってる時はバカだけど、お仕事でやってるから偉いなって思う。初見病しっかりしてる。周りの目すごい気にしてるし、たまにチキンたまにチキンたまにじゃない結構。大丈夫かないやー、これ本当にいつか楽屋でカメラ回してて見てほしいよ。いやでもそこもいいところ。でそこめっちゃ好き。俺もそういうドッキリも面白い。難しいでしょ、そこ使わないと。まずいね。俺ね、勝樹がこんな面白い人だと思わなかったんでね。もっと真面目でふざけたことしない人だと思ってなんかそのイメージが強いよね。そう、ずっと強い。事前情報としてすごいなんか頭のいいジャニーズジュニアがいるみたいな。セブンメンになってからこの面白さに気づいてない。だから俺結構ツボだもん。なぜかコンペがツボだよな。ずっと笑ってる俺は。コンビだけずっと笑ってる。だから俺は嫌いだった。だから普段のプライベートでさえも気まずかった。楽屋でなそう。プライベートでやる。でも喋んなくね。で多分こいつは大人だったから、そのなんか多分身を引くことをしてたの。俺それがマジでうざかったの。大人ぶんなみたいな。そう。いや確かに、でも結成した当時から勝樹と体育はぶつかること多かったよね。ちょっとセブンメンの前進ができるぐらいから揉めるなーって思ってる。なんでそんな食い違うようになっちゃったんだろうね。いやだから俺わかんないのよ、そのあれが。てか最初から違くね、俺ら。個人的感情がこもってるっていうよりは一番合理的な手段を出してくる。そこが多分合わないんだもん。考え方違うから。いや俺らからするとどっちも楽しいんだよ。そう。どっちの捉え方も分かるから難しかった。結局正解のないことで俺らは議論してるから。そう、どっちを取るかと。でも丸くなったよね。なんかね、俺ね、もう素直になろうってなって、ごめんねっていう、ちゃんとなって。で勝樹はなんか大事にした方がいい意見を常に言ってくれるというか、なんかこの意見を忘れちゃいけないなって思うことを常に言ってくれる。この2人のバランスに結構助けられてるところあるよね。夏の楽屋は同じソファー2人で座ってたよ。可愛かったよね。さっき俺2人でもね仲良くなんかガスバーナーで肉焼いてるの面白かった。仲いいよね、でもね。でも俺、レイヤ君、俺だって事務所にいる中で一番いっぱい物くれます。着てるこの白い T シャツだとレイヤ君にもらったやつ。バンツそうなんだよ。あ、そう、カードコバールね。そうジャージももらってるんですよ。じゃあ俺の妹からですよ。そう俺の妹がアイランド TV とか見て、山名がいつも同じスウェット履いててかわいそうだって言って、山名の誕生日に俺にこれをプレゼントしてって渡されたんですよ、ジャージを。めっちゃいいやつ。そしたら同じ種類の同じ柄のジャージの上を大工が誕生日にくれて、たまたまね。違う人からもらった誕生日でセットアップが揃ってる。いや、めっちゃいいやね。そうなんだ。面白い。上司違う人なんですよ。だからでも俺、なんかずっと優しかったけど、逆に。そう、後輩にね、優しいのよ。でも冷静に考えたらやっぱ一番近くって3年離れてるわけじゃないですか、歴とかも。フランクで。一番後輩でなおかつ一番年が離れてる太閤と対等に喋ってるのに、なんか傍から見てもおかしく見えないじゃないですか。そうみんな見えてるけどそれに気づかないぐらい自然にこう全部やってのけてるんじゃないかな。誰とでも仲良くなるでしょ。まあ、俺はね、多分セブンメン侍で最年長でさ、一番歴も長くて多分抱えきれないほどの、ね、プレッシャーを多分感じてると思うのよ。だからそこら辺は俺から言うわ、レイを支えてあげて。ママとりあえずでもずっと言ってるのはやっぱ YouTube 頑張るっていうのはやっぱ一
が大ちゃんは。多分一番思い入れは強いんだよね、俺は。ずっとやりたかったし。すごいやりたかった。唯一遅れて参戦ってっていいうう、そうそうところがそう、あるから。もっとたくさんの人にね応援してもらえるようなグループにはなりたいよね。見ていただきたい。俺たちのファンになってくれるのが一番確かに嬉しいことだし、あれだけど、他の人のファンでも俺たちのこと好きで応援というか頑張れと思ってくれてる人が増えればいいなと思う。そうね、なんか頑張れっていう気持ちになってくれるだけでも。そうそう、別にファンとまではいかないかもしれないけど、応援してるよっていう人が今後増えてほしいなって思う。以上、お疲れたし終わりましょうか。そうだね。じゃんけんで終わる。いやじゃあお前のじゃんけんポンやって終わるか。お腹ポンポンじゃんけんポンだよバイバーイ。お腹ポンポンじゃんけんポン。チョキで勝ったら超ハッピー。聞いたことあるぞそれ。これで終わるのか。パーで勝ったらパラダイス。なんでグーで勝ったらなんて。グーで勝ったら肩グーパン。それでヤバナやられてほしい。嫌だ。誰がカゴで帰んの？帰りもストーカゴで帰ります。